はい、金坊主でございます。今回の動画はキャンプに持っていくマットのね話をしようと思うんですけれども、コールマンのインフレーターマットを買ったんですね。でかいんですよ。こんな感じです。やっぱりもう少しちっちゃなマットが欲しいなと思いまして、はい、このうさぎマークのね DOD の外根の極みエア、ちっちゃいですわ。外根の極みエア2つ L サイズですね。いや、非常にコンパクトでファミリーキャンプでもね持っていきやすいかなと思います。伝わりますかね、この差。じゃあ2つともね今からちょっとセッティングしていこうと思います。まずコールマンはこのはい、できましたね。パンパンでございます。よいしょ。いや、寝心地は最高ですけどね。はい。じゃあ次にこの外根の極みエアーをね開けていきます。よいしょ。めっちゃくるくるなってますね。こいつも袋自体はね後で空気入れることができる用の袋になってて、取り出してみると説明書があって、よいしょ。これがね、シーツですね。シーツ。外根のシリーズは全部シーツがついてくると。で、これがマットですね。ちょっとマットをね、さっきみたいに、よいしょ。膨らましていこうと思います。よし、できましたね。よかった。よいしょ。もうほぼ同じ。なので例えばコールマンで使ってるシーツとかね、そういうのがもしあればこいつにも使えるし、こいつのこのシートも多分かけれるんちゃうかなとは思いますね。で、寝心地なんですけれども、人によるってみんな言ってますけど、正直僕どっちもあんま変わんないかなって感じですね。弾力性があるからコールマンがいいかなと思ったんですけれども、こっちもこっちでそれはええかな、気持ちいいですね。僕みたいに子供が今3人いてね、家族5人いるので、できるだけね持っていく荷物を少なくしたいってなっていくと、これでエアーマットでエアーマットにしては高いと思うんですけれども、すごい分厚いのでそのバーストしにくいんじゃないかなという部分と、寝てて次の日に空気が抜けにくいとか、そんなのもあるんかなと思います。コールマンの方からちょっと撤収作業をねしていこうと思います。ブロワーをね使ってるからすごい楽そうに見えますけど、これがなかったらもう大変な作業ですわ。よいしょ。
これで終わりですね。これで一応こいつは終わりと。ででかいという感じですね。次にこの外根の極みエアーをねやっていこうと思います。一回空気を抜いてもう一回畳む必要がありそうですね。よいしょ。なので撤収作業はインフレーターマットの方が楽そうですね。ということで、外根の極みエアーとコールマンのインフレーターマットねやりましたけれども、僕はもうね完全にこっちですね。こっちもう荷物を少なくしたいので、もうこのちっちゃさは最高やったなと思います。これはちょっと今後ちょっと考えようかなと思いますが、気になる部分でいくと、若干裁縫が甘いというか、ちょっと毛がポロポロっとね取れるので、22,000円払った割には、若干作りが甘いなというような気がしますね。でこっちに関してはもう荷物が大きくてもいい、多くてもいいよという方は買ったらいいかなと思いますけど、子供が多くて車がそんなに大きくなくてとかっていうんであれば、このインフレーターマットすごく評価は高いですけれども、評価が高くて僕も買いましたけれども、しっかりと考えて買ってもらったらなと思います。で外根の極みエアーはエアーですけど、同じような外根の極みのねこれと同じインフレーターマットも売ってますので、僕は持ってないですけれども、荷物を少なくしたいで DOD がいいなって場合は外根の極みを買ってもらうのもありかなと思いますが、エアーもねすごく寝心地良かったので、僕はエアー推しでいきたいなと思います。参考になればなと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you love